はい、今回は最近公開されたボム兵の戦場100枚スタープラスノコノコレーススターのタスで何をやっているのかっていうのを解説します。内容が少しマニアックでかつ少し長い解説になっちゃうかなって思うんですけど、それでもよろしければご視聴ください。まず全体の確認です。この動画はですね、この解説動画の詳細文に URL を貼ってあります。まず最初は、ノコノコに話しかけに行きます。で、ここでレーススタートですね。で、この後、羽帽子を取りに行きまして、で、ケツをやってゴールします。で、ゴールタイムは 12.8 ってタイムです。で、ここから羽マリオパート開始で、ここではですね、コイン51枚回収しています。でこの51枚っていうのはこの中腹あたりにある10枚と、木の赤コインも含めて51枚ですね。で羽マリオが終わったら花畑に着地し、今度は杭パートが始まります。ここではですね、杭を4つ回収した後、この後にあるワンワンの杭もあるんで、ここも回収して終わりです。で最後ちょっとしたおまじないをしまして、でお山の頂上に戻ります。でおまじないのおかげでですね、ここでボム兵が出現するので、ここでスターキャンセルっていう技ですね、技をやっておしまいと、こんな流れになっております。ということで、この動画はですね、驚いてほしいポイントが実は11個もあります。今回はその11個を1個ずつ解説していくというような内容になってます。ということで早速やっていきます。まず1つ目がですね、このクリボーの踏みつけの話ですね。ここです。踏みつけてるんですけど、まず前提としてこのクリボーは位置が乱数になっておりまして、で踏むことでタイム短縮しています。踏んで踏むアプローチを使うことでタイム短縮しています。でこのこれだけ聞くと乱数調整しただけじゃんって思うかもしれないんですけど、単純にこの乱数調整が大変だったっていうのと、このクリボー以降の乱数もしっかり考慮してるよっていうところがここのポイントかなって思います。でまず乱数調整の話なんですけど、マリオ64の基本的な話として、65,536 個の乱数があるんですね。このうちこのクリボーを踏める乱数っていうのが2つしかありません。でその2つのうち片方が乱数的に遠くて、もう片方が近いといった乱数になってます。で早速ですね、近いとか遠いとかっていう意味がわからなかった方もいるかなと思うんで、解説しますと、まずマリオ64っていうゲームは乱数が完全に適当に決まるわけではなく、疑似乱数になってるんですね。これ分かりやすく例えると、サイコロを初めて振った時は1が出る、2回目に振ったら6が出る、3回目に振ったら4が出るみたいな感じで、何回振ったかで、何が出るかが決まってるみたいなものだと思ってください。で遠いといったのは、このたくさんサイコロを振らないと出ない値、出ない乱数で、近いといったのは、何回かサイコロを振れば出る乱数で、今回のこのタスでは近い乱数しか届かなかったので、そちらを採用したと言ってました。でただその近い乱数を採用したことによって問題点があったんですよ。でその問題点っていうのが、ちょっと先に進むんですけど、ここの杭ですね、杭パートですね、ここの杭のコインの乱数が悪くなるっていう問題点が出てきました。でその問題点の解決策として何やったのかっていうと、この看板で煙を出してるんですよ。1フレームロスらせてるって意味ですね。こんな感じで、こうすることで、乱数を1回多く回してここのコインを調整してる。でこうすると、こう考えると1フレームロスってるじゃんって思うんですけど、ここもまた面白いところで、今回のルートは
このエレベーターでタイムが収束するんですよ。どういう意味かっていうと、このエレベーターってステージ入ってからの固定周期で動いているんで、同じ周期に乗れさえすればタイムとしては変わらないんですね。なのであそこで1フレームロスったとしても、同じ周期に乗っていればロスにならないんですよ。だから、あそこで乱数調整をしても大丈夫だったっていう感じなんですね。もう早速こんなことをやっています。はい、ということで戻りまして、2つ目ですね。2つ目は一言で言うと、ハニーマリオの角度保存っていうのを利用しています。ここですね。ここで、ハニーマリオやってるんですけど、タスなんでね、見せプレイとしてやってるんじゃないかって思った方がもしかしたらいたかもしれないんですけど、実はこれ見せプレイではなく意味のあるハニーマリオです。ですね、マリオ64の基本的な仕様として、1度目のハネマリオの着地時の傾きっていうのが次のハネマリオの傾きに影響するっていう、そんな仕様があります。これ具体的に見ていくと分かるんで、見ていきましょう。まずここですね。この1回目のハネマリオ。この時の角度が左下なのは見て分かると思います。左下で着地しています。なので、この後次ハネマリオをやった時に左下が再現されてます。これよくわかると思います。いきなり左下にグワンって変わってますよね。こんな感じで角度が再現されていると、こんなテクニックを使っております。こうすることによってこのハネマリオの軌道が最適化されるのでゴールタイムも速くなるといった具合ですね。でこのテクニックは最近 RTA でも使われるようになったんで、知ってる人がもしかしたら多いかなって思いますね。はい。で続いてがゴールタイムですね。でこのゴールタイム、できる限り速いタイムを目指しています。でそれにはちゃんと理由があって、でその理由がノコノコの基本仕様にあります。でノコノコなんですけど、マリオがですねゴールするとそのタイミングでノコノコの足が速くなるっていう仕様があります。でノコノコの足が速くなるということは、つまりノコノコのゴールタイムも速くなるということなので、できる限り早くゴールする必要があったんですね。でいろいろ最適化した結果がこの 12.8 っていうタイムみたいです。でちなみになんですけど、2012年に作られた120枚タスは 23.8 っていうタイムでゴールしていました。でそれとの違いっていうのが、ここのワンワン周りのコインを先に回収してるんですよ。なので、遅くなっている。ただ今回のルートは、後に回すことによって、単純にゴールタイムを速くしたっていうのと、あと例のおまじないですね。例のおまじないをやるためにも最後に回す必要があったっていうところで、二重の意味でここを後回しにするのは二重の意味になってます。はい。ということで続いて4つ目ですね。4つ目は木での速度維持っていうテクニックをやってます。これは結構メジャーですかね。ここの木を使って速度を維持しているという意味です。はい。これはですね、またマリオ64の仕様ですね。仕様なのかバグなのかちょっと分かりませんが、そういったものを利用してます。マリオ64ではですね、マリオが木に捕まるときにその直前の速度が残ったままになってるんですね。なのでここでケツをやってますけど、この速度がこの木を捕まった段階で残ってるんですね。でこの状態で木をずるずる降りていって着地するフレームで C 上と Z ボタンを押すとこれしゃがむようなアクションになりまして速度を維持できるといったそんなテクニックになってます。これは結構タスではよく見られるテクニックかなって思いますね。で一応ここのポイントはですね、この後のこの小山のコインもちゃんと回収しているよってところがポイントみたいですね。はい。で続いて、ここは大本命と言っても過言ではないこの高速でハネマリオをしているシーンですね。ここが非常に大変だったという話をお聞きしました。
で、なんで大変だったのっていうと、この羽マリオパート、3つ条件があって、それを全部満たさなくちゃいけなかったっていうのがすごい大変だった点だったと、作った方がおっしゃっておりました。で、まず1つ目がですね、シークレットのスターを出さないようにしなくちゃいけないっていうところがあります。これ基本的な話なんですけど、この8枚リングの真ん中にシークレットの判定がありまして、これを5つ回収するとシークレットのスターが出るんですね。で、出しちゃうとそのスターが出る演出があるのでロスになっちゃうから、それを避けなくちゃいけないっていうのが結構大前提としてありました。で、続いて2つ目、低い位置で羽マリオができないっていう条件がありました。これなんでっていうと、これノコノコの仕様なんですよ、また。で、これどういう仕様かっていうと、マリオがゴールした後の話なんですけど、マリオゴールした後、マリオとノコノコの間が一定距離、1500ユニットなんですけど、一定距離以内に入るとなると、ノコノコの足が減速する。その1500ユニット以内に入ってる間だけ減速するといった仕様があります。で、この羽マリオパートの間って、ノコノコはちょうどこの山あたりを多分歩いてるあたりになってくるんで、低い位置で羽マリオをするとその1500ユニット以内に入ってしまうんですね。だから低い羽マリオができない、低い位置で羽マリオができないっていう条件がありました。で、最後の条件3つ目、これが一番重要だと思います。この羽マリオ、速度がつきすぎてもダメだし、つかなすぎてもダメだから最適解、この速度の最適解を探す必要があったという話を伺っております。で、まず速度がつきすぎてもダメな理由っていうのが、これがまたマリオ64の仕様の問題で、マリオ64って1フレームにコイン1枚しか回収できないんですよ。なので、例えば1フレーム内に2枚コイン触れたとしても、どちらか1枚しか回収できないんですね。で、速度がつきすぎる場合の問題点っていうのが、この1フレームごとの間隔が広いので、コイン2枚触れやすくなるんですよ。でもそれでも1枚しか取れないんで、速度つけすぎるとすごい取り逃しが発生しちゃうんですね。だから、速度をつけすぎちゃいけないっていう問題がありました。で、もし1フレーム内に2枚取ったらどっち取れるのって思うと思うんですけど、これがですね、メモリ内で最初にある方のコインが取れるような仕組みになってます。で、これが具体的に見ていくと分かるんで、ちょっと画像を1個見せます。これですね。この上の画像を見ていただくと分かるんですけど、この1っていうのが1から9まで番号振られていて、1っていうのが優先度が高い、メモリ的に早いです。最初の方の位置にあるやつですね。で、例えば今マリオが6と7の間にこの画像ではいると思うんですけど、この場合だと6と7を1フレーム内に同時に取ったとしたら6が取れるみたいな、そんなイメージです。こんな仕様がありますと。で、話戻りまして、じゃあなんで速度がつかなすぎちゃダメなのかっていうと、これは単純な話で、100枚スターを回収している最中にノコノコがもう山の頂にたどり着いて待ち状態になっちゃう。そうすると単純なロスになるんで、それは避けなくちゃいけないという。だから、遅すぎてもダメっていう問題がありました。ここですね。このタスではですね、ちゃんとマリオの方が先に戻ってきて、ノコノコのが頂上に着くのを待ってるんですけど、この状態だからロスになってないんですけど、これ逆にノコノコが待ちになってしまうと結局ロスになるんで、それは避けなくちゃいけないと。はい、なんでこの今話した3つの条件をですね、こなすための羽パートを作るのが大変だったというのは聞きました。はい、ということで6つ目いきますか。6つ目は杭の回り方です。ここはですね、もう見てよ、変なことしてんなって分かったと思うんですけど、これ具体的に何をやっているのかっていうのを話します。まずですね、この杭なんですけど、杭は3周回ることでコインが出るっていう仕様になっています。ただこの3周っていうのは別に杭の周りを回る必要がないんですね。3周回ったって思わせればいいというか、最初回ったことにすればいいみたいなイメージ。なので、やっていることは、このジャンプをしている間に超小さい円を
3回作ってコインを出してます。そんなことをやってます。でこれちょっと意味がわからないと思うんで、すごいわかりやすい入力付きの動画があるんですね。それをお見せしましょう。ちょっとお待ちください。こちらですね。これ入力付きの動画で、これ見ていただくともうすぐわかると思います。このジャンプをするタイミングのこの右側の入力。これ待って、ゴタ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 ってやってますね。この入力によって超小さい円を3回作ってコインを出してます。こんなことをやっております。はい。で、ちょっと戻りまして。で、このクイパートはですね、これ以外にも、例えば、このクリボーの位置を調整して、踏むことで、直接ポールじゃないですね、クイーンに乗ってると思うんですけど、こうやって最適化をしていたりとか、ここでですね、だいぶ復帰をして、うまくクイーンに乗る。これが結構シビアみたいで、これですね。こういった最適化をしているということもやってるそうです。はい。ということで続いていきます。続いてワンワンの判定の話ですね。ここはすごい判定のギリギリをついてクイのコインを出しているという話です。で、ワンワンはですね、この見た目と実際の判定が大きく異なるんですね。で、これもまた画像があるんで、実際見ていただくとわかるんですけど、こんな感じです。この赤い部分が実際の判定で、見た目よりも小さいんですね。なので、この実際の判定を避けつつ、クイーンの方に向かえればもう大丈夫なんですよ。だからこんなギリギリになってるんですね。ここもポイントかなって思いました。で、続いて8つ目です。8つ目はゴールに戻るとこですね。そこにここはちょっとおなじみのテクニックなんであれなんですけど、まずですね、ゴールに戻るところでは先ほどと同じで木のトリック、速度維持のトリックを使って戻ってます。で、ここで、何かをやって、ちょっとカメラで見えないんですけど、何かをして羽でもゴールまで戻ってるのが見えると思うんですよ。これ何をやったのかっていうのが、これがですね、別の視点で撮った動画がありまして、それを見ればもう一発かなと思います。これです。はい。ちょっと早かったですね。ちょっとゆっくり見ていくと、この角でグリッチキックっていう、本来とは逆の方向に出す壁キックがあるんですが、そういうテクニックを使って逆の方向に出しまして、このまま、壁キックから2段でふわーんって上がってゴールに戻っています。はい、でマリオくんの2段ジャンプは、マリオの速度に依存する部分があるんですね。マリオの速度が前進に対する速度が高いほどジャンプも高くなるっていう、そんな計算式になってて、そういうのを利用して戻ってきてると。これは結構おなじみのテクニックだと思うんで、あれですけど。ここまでで、今で8つ目です。で、残り9、10、11とあるんですけど、ここから先がフィナーレということで、結構重要なテクニックが出てきます。9個目、ホルプ&インスタントリリースっていうものを利用しています。来ましたね。で、これ何かっていうと、最後にボム兵が召喚されたあれです。ここですね。これなんでボム兵召喚されたのっていうのを、その説明するのが、このホルプ&インスタントリリースって技です。じゃあ具体的にどう召喚したのっていうのを見ていきます。これがですね、ちょっと概要的な説明すると長くなっちゃうんで、具体的に、今回のスターで具体的に見ていくといいかなと思ったんで、そういう見方をしていきます。まず先ほど話したホルプっていうのは何かっていうと、最後に掴んだオブジェクトの XYZ 座標の値のことを指しております。で、このスターにおいて、最後に掴んだのなんだって思って、ここから振り返っていくと、ないんですよ。このスターでは。ってなると、いよいよこのスターの1個前に戻る必要があって、この1つ前がボムキングなんですね。ということで、ボムキングの動画、ちょっと見ていくと面白いことがわかるんで、
これですね。ちょっと映します。こちらです。ボムキングってこう投げるときに掴むじゃないですか。ここなんですよ。ここでホルプの値が更新されてるんですよ。つまりホルプが今この XYZ 座標がお山の頂上にあるんですよ。これがめちゃくちゃ大事。はい、で、原理としてはこの今お山にホルプがありますと。でこの状態でインスタントリリースっていう先ほどのなんかボム兵を送る、ボム兵をホルプの位置に送る技があって、それを使うことで、ボム兵を送ったんですね、頂上に。でそのインスタントリリースっていう技は、どういうものかっていうとですね、ここですね。このボム兵を掴むと同時に壁にぶつかることによって、ホルプのこの今言うとボム兵ですね。ボム兵をホルプの位置に追って送信することができると。で、このホルプの位置に送信する技自体はこのインスタントリリースだけじゃなくて、いくつかあって、その一つがインスタントリリースなんですね。ここはちょっと誤解ないようにしてもらいたいなってところで。ただこのインスタントリリースって技、一個問題点があるんですよ。それはですね、Y 座標はY 座標は再現されないっていう問題点ですね。どういう意味かっていうと、普通に、ホルプに送信した場合だったら、先ほどボムキングを投げたこの頂上にボム兵が召喚されるだけで、そうなんだって終わると思うんですけど、インスタントリリースを使ってるんで、X と Z はちゃんとこのホルプとして遅れてるんですけど、 Y 座標だけはこの平地の位置にいるんですね。もういよいよわけわかんなくなってきた方に言うと、すっごいわかりやすく言うと、今ボム兵はこの山の下にいます。 Y 座標が再現されてないんで下にいるんですよ。 X と Z はちゃんと先ほどのボムキングの位置になったんでここにいるんですけど、 Y だけは下にあるんでここの下にいるんですよ、この山の。じゃあなんで上に上がってきたのって話じゃないですか。それがですね、このボム兵っていうオブジェクトの特殊な仕様にヒントがあるんですね。で、どういう仕様かっていうと、ボム兵が、アウトオブバウンスっていうんですけど、壁の外だったりとか、ちょっと判定外みたいな、埋まってたりとかって判定外のところにいるときに、ボム兵の半径4000ユニットっていう以内に入ると、ボム兵がマリオのところに出現するっていう、そういう仕様があるんですね。で、その4000ユニットっていうのがここのゴールフラッグのところなんですよ。だから出現するんですよ。なのでここのオブジェクトがもしボム兵じゃなかった場合だったらこれ出現しないんですよ。ずっと山の下のまま残りっぱなしだけど、今回はボム兵だったからその仕様のおかげで上に出現したんですよ。ここがすごいとこですね。こんなのをひらめくところがすごいなって僕は思いましたけど、はい、そんな技を使っています。ということで、10個目いきますか。10個目はですね、ノコノコの止まる位置も実はこだわりがあります。ノコノコの止まる位置って実は位置がちょっとばらけるんですよ。これどういう意味かっていうとですね、ノコノコってノコノコレース、ノコノコが通る軌道に一応チェックポイントみたいなのがあるんですね。で、その最後のチェックポイントを通ってから止まるまでっていうところにばらつきがあるんですね。だから理論上で言えばチェックポイント、最後のチェックポイント通って速攻で止まったら、理論上はよくって、タスではそれをやってるんですよ。で、速攻で止まるようにするために何をやったかっていうと、このアニメーションタイマーっていうノコノコが持つパラメーターがあるんですけど、これを調整したんですよ。で、具体的に言いますと、このアニメーションタイマーが最後のチェックポイントを通った後、アニメーションタイマーが28って値になると止まるっていう仕様なので、最終チェックポイントの時に28に近い値にして速攻で止まるようにしてるってことをやっています。なんで逆に言うとですね、最後のチェックポイントを通った時に、アニメーションタイマーが例えば1とか28から遠い値の場合は
123って、本当は1ずつ上がっていくもんではないんですけど、12345みたいな感じで上がってって28になった時に予約止まるんですね。だけどこのタスではもう28に近い値をあらかじめ作っておくことで速攻で止まるようにしてると。じゃあそれをどうやって調整したのかっていうヒントが戻っていってこの話しかけにあるんですよ。この話しかけの角度で調整してるんですね。このアニメーションタイマーの調整の仕方って、アニメーションタイマーってどうやって決まるかっていうのはちょっと割愛するんですけど、その一つの、要因としてこの初めの話しかけの角度っていうのがあるんですね。なのでこの話しかけの角度を調整することによって最後速攻で止まるようにしてると、こんなことをしています。ということで最後11個目になりました。最後はおなじみかなと思うんですけど、スターキャンセルっていう技ですね。これはですね、このノコノコのスターが出ると同時に100枚スターを出すことによって一つ分のスターの演出をカットしているっていう、そんな技です。で、スターキャンセルはこれだけなんですけど、最後ですね、地味にシーウェバクチューってテクニックを使ってるんで、それを最後に解説しておきます。このシーウェバクチューっていう技は何なのかっていうと、好きな方向にバクチューを出せるっていう技になります。で、やり方はC 上と2の方向にスティックを倒して C 上と Z を同時、この3つを同時に押すことでこんな感じで好きな方向にしゃがみを出してそのままバク宙で回収していると、こんな技を使っています。これはちょっと僕はタイム短縮のためにこれをやっているのか、見せるためにやってるのかっていうのはちょっと話は聞いてないんですけど、こういうテクニックも最後にやってますね。ということで11個解説終わりました。で、これ実は最後にすごいオチがあって、これ悲しいオチなんですけどありまして、これ実は見ていくとですね、先ほど途中でマリオがゴールした後、ノコノコとマリオの距離が1500ユニット以内になるとノコノコがその1500ユニット以内の間だけ減速するっていう仕様があるよって途中で話したと思うんですけど、なんとですね、残念なことでそこの見逃しがあって途中で1500ユニット以内に入っちゃってたという見逃しがあったらしいんですよ。具体的に見ますとここですね、ここの大砲あたり、ここがだいたい1400とかだったかな、で入っちゃってて、で、のこのこ減速しちゃってるんですよ、ここが。なんでロスになっちゃってるんで、聞いた話だと、作り直してると。ちょっと今作り終わったのかどうかは聞いてないんですが、作り直しているよって話は聞きました。こういうこともあるんでね、なかなか完成には程遠いのかなって感じはしましたけど、はい。というのが最後のオチになってます。で、最後に一言。今回ですね、2012年に作成された120枚足すっていうのがあると思うんですけど、それと比較して結構新しいトリックがいろいろ使われてるのかなっていうのは僕が思った感想ですね。だし、今回見てくださった方もそう思ったんじゃないかなと思います。で、今回の足す解説は一応単発でやったつもりなんですけど、もし好評であれば、次の機会があれば別のスターでも解説しようかなとは思っているんですけど、それは反応次第という感じになりますね。はい、ということで解説は以上になります。